もしですね、たった一輪の花がなんていうか一つの社会現象、いえもう世界的な狂乱を引き起こしたとしたら、あなたはどう思いますか？ちょっと信じられない話ですよね。でも今日はまさにそんな物語の核心にこうぐっと迫っていこうと思うんです。テーマは19世紀のヨーロッパを席巻したオーキッドフィーバー、乱の熱狂ですね。その引き金になったのがこのカトレア・ラビアタという一株のラン弾です。手元には園芸の記録とか歴史家のインタビューとか当時の専門の記事なんかがもう山積みになってるんですけども、今回はこの熱狂の裏に隠された謎、冒険、そして意外な真実をあなたと一緒に紐解いていきたいと思います。これ資料を読み解いていくと本当に面白くて、単なる園芸ブームっていう言葉だけじゃ片付けられないんですよね。なるほど。なんて言うんでしょう、産業革命とか帝国主義とか科学への探求心とか、人間の欲望とか、そういう19世紀の大きな動きが全部この乱一輪にギュッと凝縮されてるみたいな、まさに時代を映す鏡っていう感じなんです。いやー面白そうですね。では早速物語の始まり、1818年のイギリスに飛んでみましょうか。園芸家のウィリアム・キャトレーという人がブラジルから届いた植物のコレクションの中から誰も見たことのない、それはもう壮麗な花を咲かせたと。そうなんです。で、その衝撃がどれほどのものだったかっていうのを理解するには、まず当時のヨーロッパの園芸界の状況を知る必要があるんですね。当時の状況ですか？はい。19世紀の初め頃って熱帯の蘭は寄生植物だと完全に誤解されてたんです。寄生植物。なるほど。他の木にくっついて養分を吸い取って生きるみたいなイメージですか？まさに。だから木の樹皮を無理やり剥いでそこに蘭を押し込んで縛り付けるなんて今では考えられない栽培をしてたんです。うわー。当然蘭は木の樹液を吸うわけじゃないですから、もう次から次へと枯れていく。当時のヨーロッパは熱帯蘭の墓場なんて呼ばれるほどだったんですよ。それはひどい話ですね。そんな時代に鮮やかなラベンダー色の唇みたいな花びらがふわっと広がったカトレアがポンと現れたわけですか。それはもう革命的だったでしょうね。植物学者のジョン・リンドレーがこれほどの輝きと美しさを持つ植物を他に知らないって絶賛したっていう記録が残ってるほどです。で、この花が発見者のキャトレー氏の名にちなんでカトレア・ラビアタと名付けられた。それでカトレアっていう蘭の新しい属が誕生した瞬間だったと。そういうことです。なるほど。でもこの華々しいデビューの裏には実は忘れられた重要人物がいるんですよね。実際にこの蘭をブラジルで発見してイギリスに送った博物学者のウィリアム・スウェインソン。彼の存在がこの後の大きな謎につながっていく。そうなんですよ。そもそもこの蘭はスウェインソンがブラジルで採集してグラスゴー植物園に送ったコレクションの一部だったんです。その植物園がパトロンだったキャトレー氏にお裾分けしたというのが事の真相で。じゃあキャトレーさんが直接発見したわけじゃないんですね。スウェインソン自身はこの蘭が何か特別な価値を持つことをおそらく気づいていたはずです。ただ彼がその採集場所を誰にも詳しく伝えなかったことが物語を一気にミステリーに変えてしまうんです。ここからが本当に面白いところですよね。センセーションを巻き起こしたカトレア・ラビアタがその後なんと71年間誰にも発見されなくなる、消息不明の蘭の誕生。ヨーロッパ中の園芸会社がもう血眼になって探したのに影も形も見つからなかった。なぜ見つからなかったのか。理由は大きく2つあります。一つは今お話しした発見者のスウェインソンが具体的な採集場所を誰にも明かさないまま遠いニュージーランドの荒野に移住してしまったこと。連絡が取れなくなっちゃった。そしてもう一つが決定的な勘違いが起きたことなんです。その勘違いがまた劇的で、1836年ジョージ・ガードナーという別の植物学者がブラジルに渡るんですけど、彼がリオデジャネイロ付近の山でカトレア・ラビアタにすごくよく似た別の蘭を見つけちゃうんです。実際にはレリア・ロバータっていう全く別の種だったんですが、ガードナーはこれを本物のカトレア・ラビアタだと信じ込んでしまった。で、リオで発見したぞと大々的に報告してしまったんです。ってことですよ。ランハンターたちはみんなその間違った情報を信じてしまった。そうです。それでリオ周辺を何十年も探し回ったってことですか？まさにその通りです。本来の自生地はリオから 1600km 以上も離れた北東部のペルナンブコ州、全くの見当違いの場所なんです。
うわしかもガードナーはコーヒー農園の開発で自然が破壊されてこの蘭は絶滅するかもしれないなんて報告までするものだから、ハンターたちの探索熱はさらに高まって、でも当然リオ周辺では一株も見つからないわけです。いや、壮大な宝探しというか壮大な空振りですね、これは。でもこの勘違いがもたらした結果を考えると、なんとも皮肉というか。そうなんですよ。ここがすごく面白い視点で、ガードナーの間違った情報があったからこそハンターたちが本来の自生地であるペルナンブコ州に殺到しなかった。なるほど。本来の場所が最初から知られていたら、あっという間に乱獲されて絶滅していた可能性が非常に高いんです。なるほど。一つの大きな間違いが結果的にカトレアラビアタという蘭を70年以上も守ったのかもしれないと。いやー、歴史の皮肉ですね。そしてその失われた蘭の謎が深まる一方で、ヨーロッパでは蘭そのものへの熱狂、いわゆるオーキッドフィーバーが社会現象になっていくんです。このブームを支えたのがランハンターたちと呼ばれる冒険家たち。資料を読むと彼らの活動は本当に壮絶ですよね。例えばビーチ商会に雇われたウィリアム・ロブはアンデス山脈で数々の新種を見つけた英雄ですけど、最後はペルーのジャングルで熱病に倒れて39歳で亡くなっている。彼らが直面した危険はもう猛毒の蛇とか未踏の断崖絶壁、マラリアみたいな病気、それに現地住民との拘束、もう一とまにいとまありません。あるハンターの日記にはこうあるんです。足元の崖は1000メートル以上の深さ、一歩間違えれば命はない。それでも目の前に咲く美しい蘭を見れば全ての危険は忘れ去られると。うわー。この熱狂の裏には文字通り命を懸けた人々のドラマがあったわけです。そしてその危険の先にはとんでもない太みがあった。記録によると1838年のロンドンで希少な蘭の株が173ギニーで落札されてる。これって当時の労働者の年収でいうとなんと10年分に相当する額ですね。10年分。いや、ちょっと待ってください。花一株にですか？そうなんですよ。家買えますよね。それ信じられない熱狂ぶりだ。さらに1886年にはロスチャイルド男爵が新種の蘭を手に入れるために現在の価値で約2000万円を支払ったという記録もあります。この現象はもう単なる園芸ブームではなくて19世紀の帝国主義と密接に結びついていました。資料にインフォーマルな帝国という言葉が出てきましたね。これちょっと難しく聞こえますけど、要するに植物ハンターが地図を作ったり現地の情報を集めたりすることがイギリス本国の商業的な利益に直接つながってたみたいなことですか？まさしくその通りです。植物という資源を手に入れることが国の富と力を拡大するための目に見えない武器のようなものになっていたわけです。植物学者はその帝国の拡大に貢献し、またその恩恵も受けていたと。なるほど。最初は王侯貴族の趣味だったものが次第に中産階級にも広がっていったと。その背景には技術革新、特に1845年のガラス税の撤廃が大きかったんですよね。これで温室がぐっと安価になって一般家庭でも蘭栽培が可能になった。そうなんです。そしてその広がりの中で見過ごされがちなんですが、女性園芸家たちの活躍も非常に重要でした。ビクトリア時代、園芸は女性に適した趣味とされていて、ルイザ・ローレンスのような女性たちが男性と対等に品評会で競い数々の賞を獲得しています。へえ。彼女はロンドン園芸会会の初の女性フェローの一人にも選ばれたほどです。なるほど。園芸が当時の女性にとって社会進出の一つの形になっていた側面もあるわけですね。いやー、それにしてもランハンターたちの壮絶な話とかブームの裏にあった社会の変化を知ると、なおさら71年間も見つからなかった失われたランの行方が気になりますね。一体どうやって再発見されたんでしたっけ？それがまた本当に偶然なんです。1889年、パリの昆虫学者が派遣した採集家が昆虫を探してブラジルのペルナンブコ州を旅していました。その時たまたま伝説の蘭を見つけたんですよ。昆虫採集家がランハンターじゃなくて面白いな。彼は蘭を探していたわけじゃないんですが、雇い主が趣味で蘭を育てていたので、お土産に50株ほど送ったんです。そして本当に偶然その株が花を咲かせ始めた時に著名な蘭商のフレデリック・サンダーがその家を訪れた。サンダーは一目でそれが失われた蘭だと見抜いて71年ぶりにその自生地が明らかになったというわけです。
ついに謎が解けたわけですね。でもここでこの物語で一番有名な神話をちょっと解体しないといけない。梱包材として偶然見つかったっていう話、すごくロマンチックで有名ですよね。私も資料を読むまで完全にそう信じてました。あれが全くの創作だったっていうのは驚きなんですけど、どういうことなんですか？あれは完全に作り話です。そうだったんだ。じゃあ事実はどうだったんですか？実際には発見者のスウェインソンはこの蘭の価値を十分に理解していました。なので輸送の際に他の植物を保護するために実用的な方法として一緒に梱包したに過ぎません。偶然の発見というよりは意図的な導入だったわけです。なるほど、ロマンチックな偶然じゃなくてちゃんとした意図があったんですね。でもさらに深い真実が隠されていると。歴史家のサラ・ビルスコンの研究によると、ヨーロッパのランハンターの新種の発見という華々しい物語の裏には常に現地のブラジル人ガイドの存在があった。彼らの持つ植物に関する深い知識が実際には発見の決定的な役割を果たしていた。しかし出版される冒険譚ではそうした現地協力者の貢献は意図的に消されて、あたかもヨーロッパ人探検家が一人で偉業を成し遂げたかのように描かれたんです。サラ・ビルストンの調査では失われた蘭の再発見に貢献した現地の男性の名前まで特定されています。そうか、私たちが当たり前に使う発見という言葉の裏にはそうやって歴史から消されてしまった多くの人々の存在であるんですね。これは考えさせられます。非常に重要な点だと思います。いやー、一輪の花から始まった物語が人間の欲望、探求心、壮大な誤解、さらには歴史の新植作りまで本当にいろいろな側面を見せてくれましたね。このオーキッドフィーバーが残した遺産というのも良い面と悪い面両方あります。そうですね。負の側面は当時のハンターたちはライバルが同じ種を手に入れるのを防ぐため、自らが採取した後にその場所の蘭を全て根っこそぎにする焦土作戦的な採取を命じられることすらあったのです。その一方で19世紀の熱狂は現代の高度な栽培技術や温室建築の発展に大きく寄与しました。その技術革新があったからこそ、かつては王侯貴族や大富豪の趣味だった蘭たちが今では私たちでも気軽に楽しめるようになった。歴史の熱狂が巡り巡って現代の私たちの暮らしを豊かにしているわけですね。そして私たちが今目にしているその美しさは、かつて誰かが人生をかけ未踏のジャングルで追い求めた夢の断片なのかもしれません。長い物語、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。よろしければいいねとチャンネル登録お願いします。